今年もワールドカップが始まった。日本代表が試合をするたびに SNS は沸き、深夜でもテレビの前に人が集まる。4年に一度の祭典、世界最大のスポーツイベント。でもこういう瞬間こそ少しだけ立ち止まって考えてほしいことがある。この祭典で一番お金を手にしているのは誰なのか。ただこの問いに入る前に少し歴史を振り返っておきたい。ワールドカップは最初から巨大ビジネスだったわけではない。第1回大会は1930年ウルグアイで開かれた。観客がスタジアムに足を運び、チケット代が収入のほぼ全てだった。テレビもなくスポンサーもなく、純粋にサッカーの大会だった。最初の転換点は1970年メキシコ大会だ。この大会で初めて試合がカラーで世界に生中継された。映像が家庭のテレビに届くようになった瞬間、ワールドカップの性質が変わり始めた。同時にアディダスがスポンサーとして参入し、公式球の供給を始めた。スポーツを見せて広告を売るという構造の原型がこの大会で生まれた。次の転換点は1990年代だ。衛星放送の普及により試合映像が同時に世界中へ届くようになった。視聴者が増えれば広告価値が上がる。広告価値が上がればスポンサーが増える。スポンサーが増えれば FIFA の収益が増える。この循環が本格的に回り始めた。そして1998年フランス大会で構造が完成した。この大会から収益の中心が変わった。チケット販売だった主な収入源が放映権料に移行した。欧州向けの放映権だけで1000億円を超え、スポンサー収入も急増した。ワールドカップはスポーツ大会から視聴時間を売るビジネスへと転換した。2002年日韓大会、アジア初の開催で時差のない視聴権が広がった。日本と韓国が躍進し、アジア市場の広告価値が一気に高まった。そして2026年今大会だ。 FIFA 全体の収益目標は約1兆3000億円。放映権だけで6000億円を超える見通しで、スポンサー枠は史上初めて全16枠が完売した。1930年から96年ワールドカップはスタジアムの外に出てテレビに入り、そして今やインターネットの中で動いている。ではそのお金は誰のところに流れているのか。まずよくある答えから順番に外していく。メッシ、確かに彼は年間100億円以上を稼ぐ。でも違う。 FIFA ワールドカップを主催し放映権を売る。でも違う。開催国のアメリカ、観光客が増え経済効果も大きい。でもこれも正確じゃない。正解は単体の企業でも国でも選手でもない。ワールドカップで最も大きな利益を得ているのは視聴時間という商品を広告収入に変換する構造そのものだ。試合が面白いかどうかは重要だ。ただビジネスの視点で見るとそれ以上に重要なのは世界中の人間が同じ時間に同じ画面を見ているという事実だ。その状態そのものが巨大なビジネスになっている。その中心にいるのがコカ・コーラ、ビザ、NIKE、アディダス。彼らはスポンサーという言葉で語られるが実態は違う。スポンサーではなく視聴時間を収益に変換する装置として機能している。では FIFA は何者か。主催者という言葉が使われるが、より正確に言えば視聴時間を切り売りする巨大な仲介業者だ。ワールドカップという大会を設計し、放映権をパッケージにして各国に売る。スポンサー枠を企業に提供する。その手数料で成立している組織だ。神聖なスポーツの番人ではなくグローバルな視聴市場のブローカー。そう捉えると FIFA 周辺で繰り返される汚職問題の構造も少し違って見えてくる。ではアメリカはどうか。開催国だから一番儲かるというのは半分正しくて半分違う。観光収入は増える。インフラ投資も入る。スポーツ市場も拡張する。その意味では受益者だ。ただアメリカの本当の強さはそこではない。アメリカが持っているのは儲かるルールそのものを設計する力だ。英語圏最大の放映権市場、世界最大の企業広告市場、そして NIKE、ビザ、コカ・コーラというスポーツ消費を収益化する装置を複数持っている。アメリカは儲けている国ではなく儲けが集まる設計を持っている国だ。その設計がどういうものか具体的に見てみよう。 NFL はアメリカ国内だけで年間約2兆円の放映権収入を得ている。試合を見せることで得る収益が多くの国のスポーツ予算全体を超える規模だ。 NBA はアジアや欧州への配信権を自ら設計し、リーグが直接収益を回収する仕組みを持っている。そして Netflix は2024年から NFL の試合中継に参入し、スポーツ市場をサブスクリプションビジネスに組み込み始めた。重要なのはこれらがワールドカップとは別に動いているということだ。アメリカはワールドカップがなくてもスポーツを視聴時間市場として設計し収益化する力を持っている。ワールドカップで儲かる構造を持っているのは偶然ではない。何十年もかけてその設計を積み上げてきた結果だ。そしてもう一つ、ワールドカップのお金の流れを語る上で外せない存在がある。欧州だ。サッカーというスポーツそのものの経済を支配しているのは欧州のリーグとクラブだ。プレミアリーグの国内放映権は1シーズンあたり約7000億円。チャンピオンズリーグは欧州全土にまたがる視聴市場を持ち、放映権収入だけで年間約4000億円規模になる。なぜ欧州がここまで強いのか。
理由はシンプルで、選手というコンテンツを囲い込んでいるからだ。世界中の優秀な選手が欧州のクラブに集まり、その試合映像の権利はクラブが持つ。メッシもムバッペも久保健英も、プレーしている時の映像はクラブのものだ。つまり欧州のクラブは世界中の才能を集めて、その視聴時間を自分たちで売っている。コンテンツの製造から販売まで垂直統合で握っている。ワールドカップはその欧州クラブが選手を一時的に貸し出す大会でもある。FIFA はその間だけ世界最高の選手たちを借りて賞を作り、放映権を売る。欧州クラブなしにワールドカップは成立しない。しかしワールドカップの収益がクラブに直接入るわけでもない。この緊張関係がサッカー経済の裏側では常に続いている。ここで一度整理しておきたい。ワールドカップのお金は試合から生まれているように見える。しかし実際の流れはこうだ。試合があり、視聴時間が生まれる。視聴時間が広告価値になり、企業の利益になる。つまり重要なのは誰が試合をしているかではない。誰がその視聴時間を回収できる位置にいるかだ。その視点で世界地図を見たとき、次に気になるのが日本の立ち位置になる。では、日本はどこにいるのか。ワールドカップ経済の構造を5つの層に分けると、こうなる。1層目、コンテンツ、試合と選手そのもの。2層目、配信、放映権のパッケージ。3層目、広告、スポンサー収益。4層目、データ、視聴ログと行動情報。5層目、体験、スタジアムと観光。それぞれの層で日本がどこにいるかを見ていこう。1層目のコンテンツ。日本代表は本大会に出場し、久保健英やさんといった選手が欧州トップリーグで活躍している。コンテンツそのものへの関与は深い。ただし選手を輸出しているのであって、その選手の映像や肖像の収益はクラブや放映局が得る。2層目の配信。 NHK と民放が放映権を購入する。日本のワールドカップ放映権料は大会ごとに高騰しており、数百億円規模とも言われる。買う側であって売る側ではない。3層目の広告。トヨタ、ソニー系企業、飲料メーカーがスポンサーとして資金を投じる。日本企業のスポンサー投資は世界的に見ても大きい。ただしここも払う側だ。4層目のデータ。視聴ログや行動データを束ねてビジネスにする仕組みが日本にはまだない。 GAFA がこの層を支配しており、日本の視聴データも最終的には海外プラットフォームに蓄積される。5層目の体験。2002年の日韓ワールドカップでは開催国として関与した。観光収入もインフラ投資も発生した。しかしそれは24年前の話で、次の開催計画は現時点でない。日本は今1層目を熱心に見て3層目にお金を払っている。日本のワールドカップへの関与は大きい。市場規模としては世界トップクラスだ。しかし世界規模で見ると利益を回収する設計の中心には立てていない。これは批判ではない。構造の話だ。日本が弱いのは威力や技術ではない。設計の問題だ。放映権を束ねるプラットフォームを持っていない。視聴データを収益化するビジネスモデルを持っていない。スポーツ IP をグローバルに展開する仕組みを持っていない。コンテンツを消費する力は世界水準にある。ただし消費した先の利益が自国に戻ってくる回路がまだない。日本が儲かる側に回るための条件は実はシンプルだ。ワールドカップを見る国からワールドカップを配る国になること、そして視聴体験そのものを設計する側に回ること。それを実現しているのが今のアメリカであり、欧州のリーグ経済だ。日本にその可能性があるかどうか。 J リーグの海外展開、アニメとスポーツの融合、アジア圏の配信ハブ化、現実的なルートは存在している。ただしそれが実現するかどうかは別の問いになる。ほとんどの人はワールドカップを見て楽しむ、それで終わる。選手も開催国も熱狂するサポーターもそれぞれの形でワールドカップに参加する。でもごく一部だけが違う。彼らは見る側ではない。見せて楽しませてその時間から利益を得る側だ。日本がもしその側に回ろうとするなら、必要なのは技術でも資金でもない。どちら側に立つか、その発想の転換なのかもしれない。